宇部市の旧長生炭鉱で水没事故が起こったのは1942年、太平洋戦争の開戦から2ヶ月後のことです。石炭の増産が急務となり、無理な採掘を続けた結果、事故は起こりました。犠牲者は183人、そのうち7割が朝鮮半島の出身者でした。遺骨は未だ海の底、海から突き出た2本の排気口の下に眠ったままです。長生炭鉱の場合、海底からの深さが47メートルより浅いところを掘るのは法律で禁じられていました。しかし坑道は最も深いところで37メートル、つまり炭鉱全体が違法だったのです。長生炭鉱跡地では先月の24日から掘削工事が始まりました。地下4メートルに埋まっているとされる坑道の入り口、坑口を探し出し、水中調査をするためです。実施した地元の市民団体は、遺骨を収集し遺族に返還することを目標に活動を続けてきました。工事開始の翌日には坑口を探し当てます。そこから大量の海水があふれ出しました。1週間後の今月1日には坑口へ続く板張りの通路もあらわになっていきます。市民団体の代表の井上さんは、出てきた水の向こう側に、皆さんがおられると思うとですね、早くきちんと坑口開けてご遺骨を皆さんが対面できるように、出していきたいなというふうに思ってます。長い間閉ざされていた坑道に眠る犠牲者、その7割以上が朝鮮半島の出身者です。私たちは遺骨の発掘と返還を強く願う韓国の遺族を訪ねました。韓国第4の都市テグ、周辺の慶尚南道や慶尚北道などもかつて日本の炭鉱で働いた労働者が多いところです。訪れたのはテグ市内から車で1時間ほどの山あいの町。この集落からは7人が長生炭鉱に働きに出ました。その全員が水没事故で犠牲となったのです。ぶどう園を営むキム・ジョンドさんと兄のキム・ヘドさんです。キムさん兄弟は長生炭鉱の事故で叔父2人を亡くしました。早速日本の戸籍にあたる除籍謄本を見せてくれました。山口県西木は長生炭鉱構内なんて書いてありますか？水難ですね。で構内死亡陥没構内なんとかで全部書いてありますね。2人の叔父が長生炭鉱で死亡したことは事故のあった年に届けられたと記録されています。しかし遺族が知ったのは50年近く経ってからでした。おじさんが亡くなったことを誰も知らなかったんですか？외삼촌은 일본 있다 갈 때 연락도 안 됐어. 안 되고. 연락은全然できませんでした。行かれた後に。叔父の死を遺族が知ったのは1991年。日本の市民団体井上さんたちが水没事故のことを手紙で遺族に知らせたからでした。
キムさんの一族だけでなく村中が大騒ぎになりました。朝鮮炭鉱に働きに出た7人は当の昔に亡くなっていたことがその手紙で初めて分かったのです。どの家もすぐに葬儀を執り行いました。当時日本の支配下にあった朝鮮半島、農村部では不作が続き食糧難にあえいでいました。食べてゆくためにキムさんの一族からも日本本土に8人が働きに出ました。そして2人の叔父が朝鮮炭鉱で犠牲になりました。 느낌이야 이런 말할 수 없지만 우리가 어릴 때는 뭐 실제로 참 누가 돌아가셨다는 거다 그런갑다 이래 생각을 했지. 그러니까 우리가 괜히 이제 섭섭하게 생각하는 건 자식들 다 놔두고 갖다 가리. 그게 좀 원통했지 실제로. 자기들이 놔두고 그 자식을 놔두고 가셨다는. 돌아가셨다는 거에. 거기 지금 뭐 때문에 갔는지 우리는 그것도 모르고 왜 거기 가서 참 시신도 못 찾고 우리 갔는지 그게 억울했지 실제로. 내가 처음에 일본 갔을 때 그 저 교포들이라고 할까 그 주민들 모여가지고 이제 그거에 대해서 한번 이야기하라 하는데 그건 내가 그랬어요. 우리 아버지 돌아가셔도 눈물을 안 흘리는데 이거 거기서 눈물 처음 흘리는 一番最初に追悼式に呼ばれて行った時に自分はね父親がね死んだ時にも涙流さないんだけどその時はもう涙が出てしょうがなかった。 그거는 역시 시체 자체가 없는데 아직까지 바닷속에 있다라는 그런 뭐 억울함이나 이런 게 봤을 때 그래. 마음에.水没事故から82年。犠牲者は今も海底に眠ったままです。